秘宝シティスカ2、早くも低評価を叩き出す。10月24日本日、ついにリリースされた待望の街づくりゲーム、シティーズスカイライン2。かなり注目度も高かったこのゲームですが、残念ながら発売直後にして Steam レビューは批判の嵐です。どうしてこのような結果になってしまったのか。この動画では実際の Steam レビューのコメントを確認し、皆さんの意見を見てみるだけではなく、今後このゲームが人気を勝ち取るためにはどうしたらよいか、パラド幻想系プレイ時間5000時間の自分なりに考えた意見を述べていこうと思います。それではご覧ください。まずこちらはゲームリリースから4時間時点での Steam レビューになります。やはり注目度の高かったゲームだけあって、発売直後でもかなりの数のレビューがついていますね。低評価コメントもたくさんついていますが、そのほぼ全てがゲームのパフォーマンスの問題に触れています。シティスカ2は PC の推奨スペックが非常に高いというのはリリース前から話題になっていました。さらに PC 版の発売までにパフォーマンスの最適化が間に合わず、不完全な状態でのリリースが予想されることは開発陣もあらかじめ予告していました。事前告知こそあっても、やはり不完全な形でのリリースでは多くのプレイヤーからの批判を受けることは避けられなかったでしょう。 PS5 などのコンソール版はこの問題に合わせて発売延期しているようなので、 PC 版も同じくパフォーマンス改善が終わるまで待ってからリリースしていれば、ここまでの批判を受けることもなかったのではと考えています。と、ここまでが Steam レビューの意見ですが、続けて僕なりにこうすればシティスカ2ももっと人気が出るのではという点をいくつか述べていこうと思うのだ。まず第一にシティスカ1との差別化が必要だと思うのだ。もちろん今作も非常に完成度の高い街づくりゲームに仕上がっているようで、シティスカ2が発表された当初からリリースを楽しみにしながら情報を追っていました。しかし前作のプラスアルファとしてシティスカ2はここが新しいと思える点が非常に少ない印象です。交差点を敷くのが楽になったり、ラウンドアバウトを簡単に作れるようになったりなど、プレイヤーエクスペリエンスの面での改善は非常に多くありますが、プレイ要素だけを見るとシティスカ2のお値段からしてもこれ前作で良くないとなってしまうのが正直な感想です。この問題点に関しては今後パラドゲー特有の DLC を積み重ねることで前作にはなかった新要素をたくさん追加し、シティスカ2ならではの味を出せれば解決できるでしょう。改善点の2つ目として、ゲームのテンポの向上が必須かなと感じました。今作ではリアリティ重視の傾向からか、ゲーム内時間が分刻みで進むようになっています。もちろんリアリティ重視は先ほども述べた前作との差別化になりうるものかもしれません。しかし最大スピードでこのテンポはちょっと遅かったんとちゃうと思いました。前作はこのテンポで3段階スピードだったのでちょうど良かったのかもしれませんが、分刻みにするなら他のパラドゲーみたいに5段階のスピードが必要かと思います。さて最後に、これは批評というより要望になってしまいますが、Steam ワークショップとの連携をお願いします。前作の PC 版の最大の楽しみの一つが星の数ほどある楽しいモッドを入れまくることでした。しかしなぜか今作 Steam ワークショップとの連携がされていません。こちらは事前情報でも予告されていたことなので、事故で連携がされていないとかではなく、現状はワークショップ連携をしない方針のようです。この方針にどんなメリットがあるか分かりませんが、モッドではなくバニラを楽しんでほしいとの思いからでしょうか。もちろんワークショップ連携がないからといってモッドで遊べなくなるわけではありませんが、簡単に自分が作ったモッドを共有して誰でも簡単にインストールできる場を奪ってしまうことになるので、前作のようにたくさんの両モッドで溢れることはなくなるのではないかと心配です。モッダーたちの活動はゲーム自体を盛り上げることにもつながります。シティスカ2も Steam ワークショップと連携することでモッドの共有の場を作り、よりゲームを盛り上げてくれる場を増やすべきだと考えます。以上が僕からの初日レビューになります。いろいろ言ってきましたが、シティスカは僕も大好きなゲームなので、今作も今後の開発にとても期待しています。まずはやはりパフォーマンスの問題が改善されたらもっとしっかりと遊んでいきたいところですね。このチャンネルではパラドゲーの解説や実況をやっておりますゆえ、ぜひチャンネル登録お願いします。あと高評価は動画のおすすめに表示される率に直結するので、何卒お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。